はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、存分に笑ってくださいっていう、存分に笑ってくださいという回です。はい。私が人生でとっても恥ずかしかった話3選。はい。皆さんもこれ恥ずかしかったなみたいなことありますよね。私もね、もう恥ずかしいことだらけですよ。人生。いろんなことがあって。まあ、恥ずかしいっていうの、今回はね、お話しするのがなんかこう、なんだろう。自分がやっちゃった話。なんかこう、ちょっとバカな話ね。いや、いっぱいあるんですけど、なんかこう、特になんか記憶に残ってる3つみたいな。なんか一生忘れねえみたいな。なんか多分死ぬまで忘れないみたいな、ちょっと恥ずかしいエピソード。話せる範囲で。話せないのもあります。はい。いや、どんなレベルって感じなんですけど、はい。皆さんもね、今回、ぜひコメントでね、自分の恥ずかしかったエピソードを、コメントしてください。でもなんか、ちょっと、成仏させよう。恥ずかしいエピソード。もうみんなでシェアして、もう誰にも言ってないけど恥ずかしい話ってあるじゃん。で、話すだけでさ、ちょっと薄れるじゃん。恥ずかしさレベルがね。ね。だからもうコメントして、もう、なんかもう、恥ずかしい話、天に行ってくださいと。お空へ、ね、お上がりくださいという気持ちで成仏させましょう。はい、皆さん。はい、私もこれ誰にも言ってないんだけど、この3つね。初出し恥ずかしい話。いいから早く話せよって話ですいません。はい、まずね、やっぱ第3位からいきます。まあ、あれは高校生の時でした。高校生の受験の日。はい、大学受験の日でしたね。とあるね、大学にね、試験を受けに行ったんですよ。もう2月のね、何日か寒い時期だったと思います。で、日本の場合ね、受けたい大学に直接行って、テストを受けて、合格か不合格かみたいな感じなんですね。まあ学校によって違うんですけど、私はそういうタイプだったんですけど、まあその学校は、滑り止めの大学だったんですよ。滑り止めっていうのは、第一志望じゃなくて、まあ、落ちたらここに行こうみたいなね。だからちょっと自分のレベルより簡単な、大学を受けるんですけど、まあそういうところだったのね。だからなんか気持ち的にはなんかもう、この大学にはもう二度と来ねえぞ、みたいな。ね。試験は受けるけど、入学はせんぞ。二度と来ねえぞ、みたいなね、感じなんですよ。で、テスト受けてて、まあやっぱりちょっとね、簡単っていうか、余裕だし、みたいな。なんかちょっと調子乗ってた。余裕だし、みたいな感じで。ピピピピピ。はい。で、お昼の時間になりましたと。ね。午前午後であるんで、お昼の時間になった時に、その試験会場でみんなご飯を食べるのね。でもやっぱり、まあ緊張してる人もたくさんいるわけじゃん。ね。もちろんそうだよね。試験なんだから。で、大事な日だし、で、友達ももちろんいなくて、だからみんなもシーンってなりながらご飯を食べてたのね。で、まあ、次の授業じゃない、次のテストのために、予習してる人とか、なんか英単語帳とか、見たりしながらみんなご飯食べるみたいな。で、私はコンビニで買ったおにぎりと、なんかと、あと、野菜ジュースを買ったんですよ。こんぐらいのちっちゃいパックの野菜ジュース。人参がいっぱい入ってるオレンジ色のよくある。ね、日本でよく売ってる人参色のオレンジの野菜ジュースをね、買ってたんですね。私これすごい好きで。で、飲んでたんですけど、で、その時私、冬だったんで、で、その試験に行く時って大体制服で行くんですよね、みんな。で、高校の時の制服で、白いセーターで着てたんですよね、その時。ね。もう想像できてる人いるかもしれないですけど。で、こう、食べてて、で、最後野菜ジュース飲もうと思って、ピーって飲んでたの。ストローでピューって。私は何やだか知らないけど、野菜ジュースのパックね、紙パックをギュッてしちゃったの。
そしたらストローから野菜ジュースがバーって出ちゃって、セーターに。真っ白の、オレンジ色のジュースが。ね。あって思った。やっちまったと思って。で、みんな注目するよね。やっぱり、隣の人が、なんかあの人今、大丈夫みたいな。すぐ落としたみたいな。ビションみたいになって、で、パッて白いのついちゃって、うわ、はずーってなって。どうしようってなっちゃって。で、しかも白いセーターだからまあ拭いたんだけど、なんか若干色が残っちゃってて。で、結構な量出ちゃったのね。まだ飲み始めだったから。でビチョってってこぼしちゃって。で、周りの人もなんか全然助けてはくれないわけよ。ね。みんな自分のことで精一杯だからさ。で、なんかセーターこうやってティッシュでピピピってやったんだけど、オレンジ色のシミをつけたまんま試験を続けるというそしてそのまま帰るというね。うん。あれは恥ずかしかったな。静かな試験会場だったしね。あれ100人以上いたと思うんだよね。うん、わちゃわちゃしちゃったね。うん。なんで牛乳パックじゃない。野菜ジュースのパックを強く押したのか。子供がやることじゃん。ストローからピチョって出すって。ね。力加減、バカなのっていうね。これよね。はい、3番目。次。第2位。恥ずかしかった話。これはね、面白すぎて忘れられないっていうね。面白すぎてっていうかなんか、笑っちゃいそうになって自分がバカすぎて。まあ、私よくカフェ行くんですよ。日本でね。で、あの時はね、家のっていうか、まあ、最寄りの駅の近くのカフェに行ってて、結構私の最寄りの駅って結構人がいる大きい駅で、そう、そのビジネスマンとか学生とかいろんな人がいっぱいいるんですよね。で、その中に、某緑色のね、カフェがね、なんとかバックスっていうね、カフェをよく行ってたんですよ。ね、行きつけだったのね。で、いつも混んでんのよ、そこ。で、テラスがあって、1階があって2階があるの。で、2階も外から人が、見えるみたいな感じね。そう。で、テラスも満席で、みたいな感じで、すごい混んでんなと思ってたのね。で、レジも並んでるの。で、普通にこうやって音楽聴きながらさ、もう私なんか、スタバに行こう。スタバで言っちゃったね。すいません。某緑色のカフェに行こうつってパーって歩いてたらさ、扉があって、ね、透明の自動扉だったのね。でもあれって、押さなきゃ、手で自分で押して開くタイプの自動扉だったんだけど、もう何回もそこに行ってんのになぜか私押すボタンを押してなくて。で、なんかぼーっとしてたのかな。なんか案の定、扉に思いっきり頭ガツンってぶつけて、透明の自動扉のところにバーンって、もう本当にガラス割れたんじゃないかぐらいにバーンって頭を思いっきりぶつけて、超痛くて、で、すごい音がしたのよ。で、恥ずかしいじゃん。でみんな見るじゃん。テラスの人も、通行人の人も、中にいる店員さんもお客さんもみんな私のことパッてみたいな。で、しかもなんか、バーンだけだったらさ、いいかもしれないんだけど、その扉が、なんかちょっと柔らかい、プラスチックじゃないけど、なんか柔らかい素材だったのね。なんかその、バーンって当たった時に、扉が、跳ね返るみたいな感じで、バイン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 って、すごい大きい音がなっちゃって、なんかバーン、バイン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 ってなって、もう、恥ずかしいよね。すごい音大きくて、私はすごい痛そうな音してて、って言って、そう。で、なんか、店員さんも、大丈夫ですかみたいな。恥ずかしいよね。透明のドアに本当にぶつかる人っているんだ、みたいなね。で、みたいな。やっちまったって言いながら、でも、これで私はなんか恥ずかしいみたいな格好するのはやっぱ恥ずかしいから、なんか私は、全然大丈夫だし、みたいな。ちょっと頭打っちゃったかなぐらいの、なんか、急に格好つけ始めて。大丈夫だし、みたいな感じで、なんかピッて、扉の自動ドア開けるボタンをピッと押して、なんか普通に列に並んで、なんか携帯とかこうやっていじって、なんか大丈夫だし、みたいな。でもなんかもう携帯見てるけど、携帯何を見てたかもう全然頭に入ってないの。恥ずかしすぎて。で、店員の人に、
トールサイズのホットラテ、オーツミルク変更でお願いします。みたいな感じで。すげえドヤ顔でオーダーしたっていう記憶がありますね。はい。あれも恥ずかしかったね。もういろんな人が見てたのを感じた。うん。はい。それが二つ目。はい。で、一番やばい話っていうか、恥ずかしすぎて、あんまり人に言えなかった話なんだけど、大学に行くときに、大学の時に一限ってだいたい8時45分とかに始まるのね。一限。一番最初の授業。一限って言うんだけど。で、この一限は絶対に遅れちゃいけない授業だったの。遅れたら単位取れないみたいな。厳しいやつだったらね。大学1年生の時。で、今でも覚えてるよ。渋谷の乗り換えで、渋谷まで行って、渋谷の乗り換えで、猛ダッシュで、やばい遅れるみたいな。この次の電車逃したら遅れるみたいな感じだったの。で、バーって朝走って、人もめっちゃいっぱいいるの、渋谷駅って。ブワーって行って、乗り換えのところにまで行って、そしたら電車がいたの。あ、電車到着してるってなって、乗ろうと思ったら、私の目の前で扉がパーンって閉まりかけたのね。で、うちの地元の電車だったら、ちょっと手を挟んだりとか、物が挟むとすぐにパーンって開くの。ね。だから私はすかさず自分の手をパーってドアの間にパッて挟んだんだけど、その電車ね、開かなかったの。ね。そのまま閉まりかける。だから私の手を挟もうとしてるわけね。で、私何を考えたかもう焦りすぎて多分なんか思考回路回ってなかったと思う。焦りすぎて、両手でね、扉を掴んでね、こう、一瞬開けかけたの。今考えても恥ずかしい。もう遅刻したくないし、なんか開けよみたいな。いや、なんで扉開かないのみたいな。なんか開けよみたいな。いや、迷惑だよ。今考えると本当に駆け込み乗車は危険です。絶対におやめください。ね。手を挟むなんて他の人にも迷惑ですし、朝のね、みんなだって遅れちゃいけない時間帯にそんなことしちゃいけないけれども、この一元だけは遅れられないんですよ。ね。ってことで私は手をパッパッって両腕挟んでこう扉を一瞬こじ開けそうになったんだけど、扉の力の方が強くて、で扉がパーンって閉まったの。で、はってして目の前を見たら、その電車に乗ってる人全員私のこと見てるのね。なんかこいつ腕でこじ開けようとしたこの女みたいなやべ恥ずかしいと思ってみんなこっちみたいなね。いや、だって駆け込み乗車でさ、乗り遅れる時点でもう恥ずかしいじゃん。こうやって走ってったのに目の前で扉が閉まってさ、あ、別にいいし、みたいな人いるじゃん。なんか、乗り遅れたけど気にしないし、みたいなさ、演技してる人結構いるじゃん。ね。もうそれを超えるね、こじ開けようとするみたいなね、ことしちゃって、うわ、はず、と思って。で、その乗り遅れた、ね、仲間たちもね、私のこと見てんだよ。あの人、両腕でこじ開けようとしたやば、みたいな。で、しかも乗り遅れてるわけじゃん、自分も。で、遅刻じゃん。最悪だと思って。本当にやばい。穴があったら入りたいわと思って、マジでテンション下がってたの。で、まあ、次の電車に乗って、もうでも遅刻だしな、みたいな。思ってたら、その時ね、ツイッターやってて。そしたら、私の同級生からツイートが来て、なんか、メンションつけて、自分のポストに私のアットマークはるかみたいな感じでメンションつけて、今電車に乗ってたんだけど、はるか、両手で扉開けようとしてたね、わら。見られてた。やばい。はるか両手で扉開けようとしてたね、わら。マジでハルクみたいだった、わらって書いてあって。はずっと思って。ハルクってアベンジャーズの緑色の怪人ね。いや、今だったらさ、なんかハルクじゃねえしとかなんか、ね、言えるけど、その時もう19歳とかよ。恥ずかしいよ。しかも私にツイートしてきた子男の子ね。ね。ハルクみたいだったわら。みたいな。確かにと思って、両手でふーってこじ開けようと。まるでハルクではあったと思って、なんか面白いこと言うじゃんと思ったけども、超恥ずかしいよね。しかも名前も似てるじゃん。なんかハルカとハルク。
やかましいわって。誰がハルクじゃと思いましたけど。それはすごい恥ずかしかったですね。もう10年以上前ですけど、未だに恥ずかしい話。みんな、駆け込み乗車はおやめくださいね。危険ですから、そんなことして。ね。ハルクだと思われちゃうから。ね。緑色の。はい。そんな感じですね。今、パッと思い出したこの3つね。一番記憶に残ってる。ちょっと恥ずかしかったこと。他にももちろんありますよ。でも、言えないレベルの恥ずかしさね。言えないレベルの恥ずかしさなんで、言える範囲の恥ずかしい話でした。成仏してください。この恥ずかしい話3つ。微調。もうこれ以上私を苦しめるのをやめてください。恥ずかしさで。穴があったら入りたい。気持ちいい。消えよ。パッ。はい。ということで。今日は以上です。今日は私が人生で恥ずかしかった話3選でした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。そして、サニーサイドジャパニーズ、私のグループクラス、コミュニティ、メンバー募集しております。はい。メンバー増えてきてね、盛り上がってきてますので、もうちょっとね、ちょっと締め切り、そのメンバー定員オーバーになりますので、お早めにお申し込みください。はい。あと、サニーサイドジャパニーズの、ポッドキャストもあります。ぜひ聞いてみてください。はい。私のプライベートレッスンもね、今再開してオープンしてるんですけど、やっぱり会話で多分、まず私のプライベートレッスンでちょっと慣らしてもらって、やっぱ理想はグループクラスで話すのが一番会話上達につながるかなと、個人的には思っております。はい。やっぱ日本語話すのは恥ずかしいとか、いろんな人と話さないと、上達感じないとかあると思うんでね。はい。あと、ゆうゆうさんとやってる、はるとゆうゆうのゲームで日本語。こちらもマイペースに更新しております。ぜひ見てみてください。はい、YouTube、Spotify とかありますので。はい。あと、Patreon ですね。こちらのメンバーも募集しております。私のサポート、お待ちしております。はい。ボーナスコンテンツもゲットできます。はい。ということで、お腹が空いた。お腹が空いた。今ね、桃を食べてたんですけど、実は桃がうまい。フランスの桃は安い。よく果物を食べますね。みんな果物好き？急なイージークエスチョン。果物好き？私が一番好きな果物は、なんだろうね。何でも好きだな。一番、いちごかな？やっぱり。いちごよく食べるのはマスカットですね。マスカットと桃。フランスにいるときね。あとみかんとか好きですね。果物全部好きですね。どうでもいいか。すいません。果物が何が好きとかどうでもいいか。すいませんね。はい。ということで、皆さん、また次回。さよなら。